太陽、私たちの頭上に輝く灼熱の星であり、その光と熱は私たちの生活に欠かすことのできないものとなっています。太陽が存在したからこそ、地球上の生物は進化を繰り返すことができ、人類文明もここまで発展したと言っても過言ではありません。そんなあまりにも地球に貢献してきた太陽ですが、昨今の地球温暖化問題の影響もあり、地球の気温を下げる方法に対する関心が高まっています。地球温暖化を止めることは容易ではありませんが、シンプルに太陽に水をかけて気温を下げることができるのではないかというアイデアもあります。しかし、もし絶対に太陽に水をかけてはいけないと言ったら、皆さんは信じられますか？本日は、もし太陽に水をかけたらどうなるのかについて徹底解説していきたいと思います。それでは、いきます。いきなり本題に入る前に、まずは前提として、そもそも太陽とはどのような星であるのかをおさらいしていきたいと思います。太陽とは、私たちの太陽系の中心にある恒星です。約46億年前に形成されたと考えられており、地球を含む太陽系の惑星やその他の天体が太陽の重力によって結びつけられています。ちなみに地球も同じく約46億年前に誕生したので、ほぼ同じ時期に誕生した同期でもあります。そして太陽の直径は約139万 km であり、地球の直径の約109倍に相当します。これは地球を約130万倍の体積で包むことができるほどの大きさです。さらに言うと、太陽の質量は全太陽系の質量の約 99.86% になるのです。空を見上げると月と同じくらいの大きさしかしないため、意外と小さいと思う方もいるのかもしれませんが、太陽は巨大すぎるのです。そしてその主成分は水素とヘリウムであり、内部で起こる核融合反応によって超莫大なエネルギーを生み出しています。そしてこのエネルギーが光や熱として太陽系内に放出されるため、夏や快晴の時には我々は苦しめられることになるのです。また意外と勘違いされているのですが、実は太陽は燃焼という意味では燃えてはいないのです。なぜなら燃焼というのは物質が酸素と反応して熱や光を放出する化学反応であるからです。太陽は核融合によって燃えているため燃焼はしていないのです。そして核融合とは、軽い原子核が高温と高圧の環境下で合体し、より重い原子核を形成するプロセスのことです。簡単に言うと、水素2つが融合してヘリウムになるという感じです。この反応の過程で膨大なエネルギーが放出されるため、星が光と熱を放射するのです。次に太陽自体の構造について簡単に見ていきましょう。太陽の構造はざっくり言うと次の通りです。核、光球、細層、そしてコロナという複数の層に分かれています。そしてこれらは内側から核が約1500万度、光球が約6000度、細層が約4000から2万度、コロナが約100万度になります。では一方で、地球で最も熱いとイメージされるものをご紹介します。溶岩は700から1200度、炎は約800から1500度、そして雷は約3万度です。太陽の表面が約6000度で、その大気が約4000から2万であることを考えると、いかに太陽さんが化け物かわかりますね。太陽の基礎知識について一通り見たところで、ここからようやく本題に入っていけたらと思います。一般的に太陽を消化しようとした場合、まず思いつくのが水をかけて一気に消化させる方法ではないのでしょうか。実際、科学がこれだけ発達した現代においても、火災における消火活動のメインウェポンとなるのは水です。ただ、先にも述べた通り、太陽は超巨大です。なので、ちょっとやそっとの水ではどうにかなるものでもありません。そこで、まずは
地球にあるすべての水を太陽にぶつけてみるとどうなるのかを考えてみましょう。もちろんここでは水が宇宙空間でも氷にならず、太陽表面に当たるまで液体の状態を保てるという前提で考えます。これはぶっちゃけどれだけの水を用意したとしても、摂氏約4000度から2万度もある太陽の大気では、水分子はすぐさま分解されてしまい、一気に気化するだけでなく、プラズマ状になってしまうためです。プラズマ状とは、物質の状態の一つで、固体、液体、気体に次ぐ第4の状態とも呼ばれているものです。プラズマは、原子が一部または全部の電子を失うため、電気を非常に通しやすい状態になるのです。つまり、プラズマとは、電気をめっちゃ通しやすいガスということです。さて、地球は水の惑星と言われるくらいなので、とんでもない量の水が含まれていると思う人もいるのかもしれませんが、地球上に存在するすべての海、川、湖、地下水、氷、大気から水のみを抽出すると、約13億8600万立方キロメートルになると推定されています。これをトンに直すと、約139京トンです。凄まじい単位ではあるのですが、それらを一箇所に集めた場合、その直径は約1400キロになります。日本列島の直径が約2500キロメートルであるため、実はそこまで多い量とは言えないのです。そして、先にもお伝えした通り、太陽の直径は約139万キロメートルであり、その表面積は約61億4400万平方キロメートルもあります。もし、水の比重が1立方センチメートルあたり1グラムのまま変化しないと仮定すると、地球のすべての水を太陽にかけた場合、計算上、太陽全体が約23センチの水たまりで覆われることになります。23センチとは、なんとも心もとない数字ですが、これは太陽が巨大すぎるからなのです。さて、水が太陽の表面に届く前に、すべての水が気化せずに、太陽の表面で液体の状態を保つことができた場合、どうなるのでしょうか。結論、それはもちろん一瞬で蒸発してしまいます。そして太陽を消化するという意味においては、1ミリも影響を与えないことになります。これぞリアル焼け石に水状態です。ただ実は、もし仮に太陽系内に存在する太陽以外のすべての物体を水に変換し、それを太陽にかけた場合でも、太陽の明るさは 1% も変化しないとされています。それだけ太陽は巨大なのです。では、地球のすべての水を使っても無理なら、宇宙中から水を集めて太陽にかければ問題は解決しそうではないのでしょうか。実際、宇宙は一般的に想像される数千億倍以上も広いので、液体の水が存在している星は山のようにあると言われています。事実、NASA は2023年に地球から約40光年離れている TOI700D、約31光年離れている GJ9827D がハビタブルゾーン内に位置し、液体の水が存在する可能性が高いという研究結果を発表しました。ハビタブルゾーンとは、水が液体で存在できる領域のことです。そして、その他にもいろんな惑星が発見されています。また、2011年にカリフォルニア工科大学の研究チームが120億光年離れたクエーサーと呼ばれる天体周囲に太陽の質量の約140兆倍もの水が存在することを発見しました。なので、実は宇宙には水がある惑星はゴロゴロいるのです。では、それらをかき集めて、仮に今回の過程では太陽表面全体に対して高さ7000キロまで覆えるようにしたとしましょう。ちなみにこれはだいたい地球7200個分の質量です。一般的にはいくら太陽が凄まじい温度を持っていたとしても、一度に超大量の水をぶつけたら一気に沈下してしまうイメージがあるのではないのでしょうか。しかし、これでも残念ながら結論としては、一瞬にして高さ7000キロもの水は蒸発してしまうのです。
それどころか、水で消化しようとした前よりもさらに明るく輝いてしまうだけでなく、その体積をさらに増やしてしまうのです。今回の場合では、推定でも 5% から 10% 程度はさらに明るくなるとされています。これが起きる理由は、太陽が先にも述べた燃焼反応によって燃えているわけではなく、巨大重力によって圧縮された水素原子が融合してヘリウムになった時に発生する核融合のエネルギーで燃えているためなのです。つまり、太陽を燃やしている原動力が何かというと、それは太陽自身の重さでもあったりするのです。なので、いくら太陽に水を注ぎ込んでも、それは瞬間的に蒸発し、水素と酸素に分解され、それが太陽自体に降り積もるので、太陽の質量が増大していきます。質量が増大すれば、重力が増大するため、核融合の力は弱まるどころか逆に強まるのです。そのため、太陽は余計に元気になってしまうと言えるのです。加えて、水の組成には核融合の元となる水素原子が含まれているため、実質的に燃料が追加されたことになるのです。これは例えるのなら、火に油と同じ状態です。では、さらに躍起になって太陽と同程度の質量を持って一瞬で消化しよう大作戦を展開したとしましょう。さて、この場合どうなるのでしょうか。ここまでの話を聞いた方はもう気づいたかと思いますが、これも全く同じで意味をなしません。それどころか、太陽は超新星爆発を起こしてしまう可能性があるのです。超新星爆発とは、簡単に説明すると、星が寿命を迎える際に自身の重力に耐えられずに爆発してしまう現象のことです。太陽は常に自分の重さで潰れそうな状態を核融合のエネルギーによって支えています。しかし、突然質量が極端に増大してしまうと、太陽は自らの体重を支えることができなくなり、爆縮と呼ばれる現象を引き起こしてしまうのです。爆縮とは、外部からの圧力によって物体が内部へと急激に圧縮される現象のことです。これにより、太陽の外核では高速の約 23% で内核に落下し、内核は瞬間的に約1000億度に達すると推定されています。そして、落ち込んだ物質は太陽の核でバウンドし、今度は外に向かって強力な衝撃波を発生させるのです。これが太陽に大量の水をぶつけた際に起きると推定されている超新星爆発の仕組みです。では、さらに躍起になったとしましょう。何としてでも太陽を水で消化させたくて、今度は一気に太陽の1億倍の質量を持つ水をぶつけたとします。このシナリオを考えてみましょう。まず、水がぶつかった瞬間、水は急速に蒸発を繰り返しながら太陽に降り注ぎ続けます。そして、その次の瞬間には、太陽の質量は数千万倍にも膨れ上がっていきます。すると、莫大な重力が発生するため、太陽の核にかかる圧力は凄まじいものになっていきます。やがて、超新星爆発前のように、核がどんどん押しつぶされていくと考えられます。ただ今回は、前回の太陽と同程度の質量を持つ水をぶつける作戦とは違い、質量と圧力があまりにも膨大であり、急激に上昇していくため、今度は落ちていく物質はバウンドせずに一点に向かって無限に圧縮されていくと推測されています。すると、無限に圧縮された一点が空間に現れることになります。そしてこれを一般的にブラックホールと呼ぶのです。つまり、太陽の1億倍の水を太陽にぶつけると、太陽は太陽の質量プラス太陽の1億倍の水の質量の合計になってしまうため、核が支えられる限界をはるかに超越してしまい、ブラックホールになってしまうのです。間違っても太陽に水をかけるのは良くないということですね。いかがでしたでしょうか。ここまで太陽に水をぶつけるとどうなるのかを様々なパターンで見てきました。少ない量では意味がないのはなんとなく想像できたと思いますが、水の量を増やしていくと
太陽自体が超新星爆発を起こすかブラックホールになるというのはなかなかイメージできなかったのではないのでしょうか。宇宙規模の話になると通常の感覚では対処できない問題が増えていきますが、太陽に水をかけるというのも同じということですね。以上、絶対に消化されたくないという太陽の意地を感じるお話でした。10兆度、ゼットンが放つ火球の10倍の威力を持ち、そのあまりの規格外のエネルギー量から太陽系内に出現した瞬間に太陽系全体が丸ごと蒸発してしまうだけでなく、約4万光年以内に存在するすべての生命体を死滅させる温度、それが10兆度です。しかし、そんな桁外れな温度がこの宇宙に実際に存在していると言ったら、皆さんは信じられますか？こんにちは、ビヨンドです。本日はこの世の地獄と呼ぶにふさわしい宇宙で最も灼熱な場所をご紹介したいと思います。この世界で一番暑い場所はどこですか？この質問は子供がいる家庭でもない限り滅多に起きる質問ではありません。しかし、あえて答えるとすれば、きっと大多数の人は砂漠や火山と答えるのではないのでしょうか。もしくは少しひねって雷雲、もしくは太陽と答える人もいるのかもしれません。1913年7月10日、アメリカのカリフォルニア州デスバレーで 56.7 度というとてつもない気温が観測されました。これは道路にフライパンを置き、そこに卵を入れると6分後には目玉焼きが完成するほどの温度です。なので砂漠が最も暑いというのは十分すぎる回答になります。ただ、上には上がいるもので、火山の火口付近では平均1200度、雷に至っては瞬間的に3万度にまで跳ね上がります。この温度になると、もはや暑いでは済まされない温度になってきます。しかし、冒頭でした質問は、この世界で最も暑い場所はどこですか？です。なので、地球上のみでなく、宇宙にまで目を向ける必要があります。その意味を踏まえて、再度質問を重ねると、きっと9割以上の人は太陽と答えると思います。実際、中学の理科の時間でも習ったので、覚えている人もいると思いますが、太陽は表面温度が約6000度、大気は100万度、中心コアに至っては1600万度もあります。先の火山の火口付近が平均1200度あったことを踏まえると、太陽の表面だけでも火山の5倍以上は熱いことになります。一般的に最も硬い金属として有名なチタンやタングステンの沸点、つまり蒸発する温度が3289度と5555度なので、地球上に存在する基本的な物質は太陽の表面温度すらも耐えられずに蒸発をしてしまいます。表面温度ですらこのありさまなのに、その大気であるコロナは100万度もあります。もはや通常の物質どころか地球そのものが蒸発をしてしまう温度です。しかし、本動画で扱うのは10兆度です。地球そのものを蒸発させるのに十分すぎる温度を持つ太陽の大気の16倍の温度を持っている太陽のコアでさえ1600万度です。これは10兆の62万5000分の1です。例えるのなら620キロある島の長さが620キロちょうどなのか、620キロと1メートルなのかを議論するくらいには不毛です。このように10兆という規格外な数字の前では、たとえそれが1600万であったとしても、あってもなくてもさほど変わらないのです。では、一体何がこの宇宙でこれだけの温度を発するのでしょうか？惑星同士の衝突でしょうか？それとも観測史上最も熱い星であるウォルフライエ星でしょうか？いいえ、その答えは地球から約24億光年も離れた超巨大ブラックホールの周囲にある明るく輝く領域クエーサー 3C723 であると、ハーバード大学ポスドク研究員のダニエル・パルンボ氏は語っています。この天体はウェストバージニア州にあるグリーンバンク天文台の観測結果によると、およそ10兆ケルビン、摂氏に直すと10兆度以上になるとのことです。ただ、約24億光年も離れている関係上、不確定要素はもちろんあり、
絶対に10兆度あるとは言えないみたいです。もっと高いかもしれませんし、もっと小さいかもしれないということです。クエーサーが10兆度。いろいろ突っ込みたくなると思いますが、一つずつ見ていきましょう。では、そもそもクエーサーとはどのような天体なのでしょうか。よほど宇宙好きでもない限り、あまり耳にしない言葉であるクエーサー。実は宇宙でも最も強大なエネルギーを持っている天体の一つであります。なんとなく、ファイナルファンタジーに出てきそうな、美しくて儚い響きを持っている言葉なので、私の好きな言葉でもあります。ただその語源は、星のように見える電波源を強引に縮めた造語、クエーサーです。なので、響きは美しくて儚いのですが、意味としてはちっとも美しくも儚くもないのです。私の感想はさておき、このクエーサーは一言で言ってしまえば発光するブラックホールです。別名、活動銀河核とも呼ばれています。ブラックホール自体は光をも飲み込む重力を発しているため、真っ黒で視認できません。しかし、ブラックホールの周囲にある塵などの物質がブラックホールの巨大重力によって引き寄せられると、膠着円盤と呼ばれる光る円盤を形成します。この円盤はまるで土星の輪のようにブラックホールを回転します。そして、塵などがブラックホールに向かって、まるで風呂場の線を抜いた時にできる渦のように高速で落下をすると、一部は高速に近い速度まで加速します。その際に発生する凄まじい摩擦熱が数兆度に達する超高速ジェットを放出するのです。これを専門的には相対論的ジェットと呼びます。ちなみに、超大質量ブラックホールから放出された相対論的ジェットは数百光年にわたって伸びることもあるとのことです。そして、先のクエーサーの明るさは天の川銀河の1000倍以上、太陽と比較した場合では100億倍以上もの輝きを放っているのです。一般的に夜空を見上げるととんでもない量の星を見ることができると思います。しかし、それらは基本的には全て私たちが所属している天の川銀河の星であるのです。そして、星座を形成している星もその多くは近くて500光年、遠くても1500光年程度しか離れていません。しかし、このクエーサー 3C723 は24億光年も離れているのにもかかわらず、普通の望遠鏡を使っても見ることができるのです。この事実だけを切り取っても、いかにクエーサー 3C723 が最強と呼ばれるのかがわかると思います。実際、24億光年も離れてしまうと、まずほとんどの星は、よほど強力な望遠鏡を使用しない限り、影も形も見ることはできません。さすが、宇宙最強の灼熱天体です。さて、先にもお伝えした通り、この灼熱天体は、そのあまりのエネルギーから存在するだけで、半径2万光年の生命を滅ぼします。こう聞くと、なんだか不安な気持ちになってくる人もいると思います。ただ、一つご安心いただきたいのは、このクエーサーという非常に危ない天体は、超巨大という言葉が霞むほど巨大な宇宙をもってしても、かなり希少な天体であると言えるのです。割合で言うと、10万銀河に1個程度しか発見できないのです。これは、クエーサーが誕生するには、非常に限定的な環境が必要であると考えられているからです。実際、ほとんどのクエーサーは100から120億年前のまだ現在と比較して小さい宇宙で数多く発見されています。こうしたこともあり、最も地球から近いクエーサーは約5億8100万光年離れた位置にあるマークリアン231です。なので、クエーサーが原因で人類が滅びることはまずないとされています。ご安心ください。ただ、今から約40億年後には我々が住んでいる天の川銀河と一番近いアンドロメダ銀河は衝突することで銀河同士が合体するとされています。そしてそのさらに30億年後には銀河の中心でクエーサーが誕生すると予想されています。なので70億年後には我々の目と鼻の先にクエーサーが誕生することになります。ただその時まで人類がそもそも存在できているかもわからない上に、その前に太陽が一段階進化して赤色巨星となることで現在よりも200倍に膨張し、地球を含む周囲の惑星を飲み込んでしまいます。なので、たとえ70億年後に人類が生き残っていたとしても、地球そのものが蒸発してしまい、見ることは叶わなくなるのです。では、
実際に銀河同士が衝突する場合、どのような軌跡をたどるのか一緒に確認してみましょう。現在、アンドロメダ銀河は肉眼でも視認できますが、非常に小さいです。ただ、現在進行形で時速約40万キロでこちらに向かって近づいてきているので、今から20億年後、アンドロメダ銀河はかなりはっきり見えるようになります。37.5 億年後には、もう夜空を埋め尽くすレベルで見えるようになります。ただ、重力による潮汐の影響で、今度は天の川銀河が歪み始めます。39億年後には、初めて銀河同士が衝突します。そして、接近によって星間を漂うガスが相互作用することで、新しい数多くの星が誕生するとのことです。その影響で、夜空はより明るく輝きます。40億年後には、激突した銀河同士が互いをすり抜ける形で、互いに引き伸ばされます。51億年後には、再び互いの強力な重力の影響で引き寄せられ合うのです。そして、70億年後には、完全に2つの銀河が合体し、1つの巨大な楕円銀河になるのです。ただ見てわかる通り、完全に夜空が真っ白になるので、睡眠の質はかなり下がりそうです。さて、この話を聞くと、星同士がぶつかってしまうのではないかと心配する人もいると思います。ただ、基本的に銀河同士がぶつかったとしても、その銀河に存在している惑星や恒星が互いに激突することはまずないとされています。例えば、地球から最も近い恒星であるプロキシマ・ケンタウルでさえ、地球から約 4.2 光年離れています。これは、もし仮に太陽を東京タワーに置かれたピンポン玉だとすると、プロキシマ・ケンタウリは北海道釧路市に置かれたエンドウ豆の大きさのボールに相当するのです。なので、互いがすれ違ったとしても、まず衝突することはないのです。一般的な感覚で言えば怖いかもしれませんが、宇宙は我々の想像する何億倍もスカスカなのです。クエッサーが何であるのかを分かったところで、最後に10兆度がどんな世界であるのかについて見ていきたいと思います。10兆度という極端な高温は、物質の構造を根本から破壊し、通常の物理特性を超越する現象を引き起こします。このような温度は、ビッグバン直後の宇宙や特定の高エネルギー天文現象でのみ見られるものであります。ここでは分かりやすくするために、もしも太陽が10兆度の火球になったらどうなるのかをシミュレーションしていきたいと思います。まず大前提として、高温のエネルギーは距離の2乗に反比例して減少します。つまり、距離が2倍になるとエネルギー密度は4分の1になります。そして、10兆度の火球から放出されるエネルギーは、主に電磁放射や高エネルギー粒子となります。また、熱エネルギーは宇宙空間の場合、光の速さで伝播していきます。これらを総合すると、次のことが起こると考えられます。まず、太陽が10兆度になった 3.2 分後には水星が、6分後には金星が、そして8分後には地球が完全に消し飛び、すべての物質がプラズマ化します。プラズマとは固体、液体、気体に続く物質の第4の状態であり、物質が完全に電離し、原子とイオンに分かれた気体のことです。一応、ここまでですでに1億5000万キロという途方もない距離を熱エネルギーが進んでいますが、これは破滅の始まりに過ぎないと言えます。さらに 12.7 分後には火星が、43分後には木星、1時間20分後には土星が完全に消し飛びます。もう大丈夫だろうと思いたいのですが、残念ながら最も遠い惑星である海王星も4時間後には完全に消し飛んでしまいます。太陽系の一番端の惑星である海王星までは距離にして約45億キロあります。なので今度こそもう大丈夫だろうと思いたいのですが、10兆度の前ではこの程度は何でもありません。その後、熱エネルギーは太陽系を取り囲む水星帯であるオールトの雲と呼ばれる領域も全て蒸発させます。太陽からオールトの雲は諸説はありますが、だいたい 1.8 から 3.2 光年あります。ただ、これだけの破壊の限りを尽くしたとしても、まだまだエネルギーは伝播していきます。4.3 年後、4.3 光年離れたアルファケンタウリ系の星々の大気や表面は完全に破壊し尽くされます。これは10兆度から放たれたエネルギーが非常に強いガンマ線を惑星の大気や地表に降り注がせるためです。
高エネルギーのガンマ線は大気中の分子を電離させ、化学結合を破壊します。なので、大気の構造が崩壊し、オゾン層を含む重要な保護層が消失するのです。大気が破壊されると、惑星表面の温度は急上昇します。これにより、地表の水が蒸発し、生物の生存が不可能になるといった感じです。そして、最終的には、約4万光年くらいまでは、生物が住むのを困難にさせるのです。現在、分かっているだけでも、これだけの惑星に生命体が生息している可能性があります。ただ、それらはどれもが3000光年以内です。10兆度の火球が4万光年を破滅に追い込むことを考えると、これ以上想像するのは怖いですね。これらを踏まえると、初代ウルトラマンの最終回で登場した宇宙恐竜ゼットン、彼の必殺技である1兆度の火球はやはりやりすぎですね。いくら10兆の10分の1とはいえ、太陽系を蒸発させるのは余裕の温度ですからね。明らかにオーバーキルです。本日は宇宙ミステリー会です。突然ですが、皆さんは最近ロマンは感じていますか？地球空洞説、古代南極文明、人類の起源説など、この世界には想像するだけでワクワクが止まらなくなるロマンで溢れています。これらが事実かどうかはさておき、間違いなく私たちの人生を明るくしてくれますよね。そこで本日は最近一番私の金銭に触れたロマンを一つご紹介したいと思います。それが宇宙が誕生する以前から存在した可能性がある星メトシェラです。宇宙が誕生する以前に星が誕生するというのはキャンバスを用いずに空に絵を描こうとするくらい常識的に考えてまず起こり得ない矛盾した状態です。親がいないのに生まれた子供、材料がないのに完成した料理、空気がないのに膨らむ風船、こんな感じです。これは存在しない基盤の上に成り立つ現象で、完全に因果関係が逆転した状態と言えます。ただ、もしこれが真実なら、私たちは宇宙、ひいてはこの世界の構造そのものの見方を見直さなければいけないのかもしれないです。メトシェラは地球から天秤座の方向にわずか190光年離れた位置にある恒星です。恒星なので太陽のように光っており、光のスペクトル分類からやや黄色みがある白色だそうです。半径は太陽の約2倍で、明るさは約 4.8 倍と推定されています。ただ、表面温度は太陽とはさほど変わらないようです。正式名称は HD140283 です。きちんとした正式名称があるのになぜメトシェラと呼ばれているのか。それはメトシェラが基地の天体としては最古の星で、なんと2000年の調査報告によると160億年と推定されていたからでした。宇宙自体の年齢がだいたい138億年のため、宇宙よりも古い星として知られるようになったわけです。この宇宙で一番長寿であるからこそ、名前の由来は旧約聖書に登場する人類一の長寿メトシェラになりました。なんせメトシェラは曰く969年生きたとされており、ノアの箱舟で有名なノアの祖父にあたるそうです。まあノア本人も950歳で亡くなったそうなので、もし聖書が事実なら人間はもしかしたら本気を出せば900年くらいは余裕で生きられるのかもしれません。ただ先にも説明した通り、宇宙よりも歴史が古い星は存在し得ないというのが現代科学の常識です。なので科学者たちはメトシェラの年齢測定が間違っているか、宇宙自体の年齢測定が間違っているかと考えたわけです。ただ、宇宙の年齢が138億年あるというのは、実はかなり強い根拠の上で成り立っている学説なんです。宇宙がなぜ138億年あると推定されているのかと言いますと、ハッブル・ルメートルの法則と観測的事実が一致しているからです。1929年、アメリカの天文学者エドウィン・ハッブルは遠い銀河ほど地球から遠ざかっているという事実を発見しました。当時の常識では定常宇宙といって宇宙が変化することはまずありえないと考えられていました。アインシュタインですら
そう固く信じていました。なので、ハッブルの学説をアインシュタインが聞いた時には、そんなわけがないとびっくりして、ハッブルの元を訪れて、本当に銀河が地球から遠ざかっているのかを確認しに行ったくらいです。ただ、本当に銀河が地球から遠ざかっていることを確認できたため、アインシュタインは宇宙が膨張しているという事実を認めざるを得ませんでした。ここまでの話を聞いていると、なぜハッブルの法則ではなく、ハッブル・ルメートルの法則と私が言ったのかについて疑問を持った人もいると思います。なので少し脱線しますがご紹介しますね。実はこの宇宙が膨張しているという事実を最初に発見したのはベルギーの宇宙物理学者ジョルジュ・ルメートルだったんです。彼は1927年に一般相対性理論を紐解きつつ、当時入手可能であった範囲の観測的事実を踏まえて宇宙が膨張しているという仮説を論文にまとめたんです。ただ、その論文がフランス語で書かれていたため、あまり世間では注目されませんでした。その後、歴史的に見ると、間違いなく一番最初に宇宙が膨張していることを発見したのはルメートルであったので、これは是正しないといけないという流れになりました。そんなこんなで2018年にオーストリアのウィーンで行われた国際天文学連合で、これからはハッブルの法則ではなくハッブル・ルメートルの法則と呼ぼうということになったんです。ちょっとどうしてもこの温かいお話を皆さんに共有したかったので、この小話を入れさせていただきました。では話を戻します。宇宙がなぜ138億年であると推定されているのかと言いますと、先にも述べた通り、ハッブル・ルメートルの法則と観測的事実が一致しているからです。ハッブル・ルメートルの法則というのは、宇宙のどの方向を見ても遠方の銀河ほど速い速度で銀河系から遠ざかっており、その速度は銀河までの距離に比例するというものです。そして現在でも宇宙中からビッグバンの痕跡である宇宙マイクロ波背景放射が観測されています。この観測的事実と宇宙の膨張速度、現在の宇宙に存在している水素やヘリウムの存在比などのデータを考慮して計算をすると138億年となるわけです。メトシェラと比較して宇宙の年齢を算出するのには膨大な観測と緻密な計算が必要です。こういった背景もあるので、そう簡単に覆る学説ではありません。なので普通に考えたら宇宙自体の年齢が間違っているというよりかは、メトシェラの年齢測定が間違っているということになります。こうしたこともあり、世界中の天文学者たちはメトシェラを観測し直しました。ペンシルベニア州立の天文学者ハワード・ボンドもその一人でした。ボンドは共同研究者らと一緒に、まずハッブル宇宙望遠鏡が2003年から2011年の間で観測していたデータを詳細に分析しました。そして地球とメトシェラとの距離が正確に測定されているのかを確認しました。これは星の年齢を測る指標がその星が発する光であり、その精度は地球との距離に依存しているからです。なので、この距離が正確であれば正確であるほど、星の年齢の誤差がなくなるというわけですね。ボンドはさらに星の構成成分も見直しました。その結果、以前の観測結果よりも酸素量が多いことが分かりました。これを踏まえて、メトシェラの年齢を再度計算し直したところ、なんと当初見積もられていた160億年よりも約15億年若い144億6000万年となりました。誤差大きいですね。ただ、それでも宇宙が誕生するよりも前にメトシェラが誕生していたという事実は変わらなかったんです。さすがにありえないとボンドは思ったので追跡調査をしました。その結果、さらに2億年程度短縮させることに成功しました。それでも142億7000万年のため、宇宙よりも前に誕生した事実は塗り替えられませんでした。ただ、メトシェラの年齢を決める一番の要因である酸素量が不確かであったため、誤差7から8億年と結論付けました。もしもこれが事実なら、メトシェラはだいたい134億年から150億年となり、
宇宙が138億年前に誕生したことを踏まえると、楽観的に見積もれば宇宙よりも前に誕生しなかったことになりました。これに対してボンドは、推測の不確定性を考慮すれば宇宙の年齢と矛盾のない形でメトシェラの年齢が導き出されたと言えるでしょうというコメントを残しました。一見落着に見えたこのメトシェラの事件ですが、2019年事態は急展開を迎えます。テキサス大学の物理学教授である小松栄一郎ら研究チームが重力レンズ効果を用いた高精度な宇宙観測をした結果、ハッブル定数が 84.2 であると判明したんです。これは従来よりも1メガパーセクあたり毎秒約 15km 早く宇宙が膨張していることを示すデータです。もしもこれが事実だとすると、宇宙の年齢は138億年ではなく114億年に大幅短縮することになってしまいます。つまりメトシェラが宇宙が誕生するよりも前に誕生した可能性が再浮上してしまったのです。この問題についてアストン大学の物理学者ロバート・マシューズはこんなコメントを残しました。科学の歴史を振り返ると、2つの矛盾する説が示された場合、真実は両方のミックスであることが多いです。なんだかミステリーが深まってきましたね。ではさらに深めていきましょう。この宇宙には星を大きく分けると3つのタイプに分類することができます。タイプ1は金属元素を多量に含んだ新しい星です。地球や太陽がこれにあたります。タイプ2は金属元素が多少含まれた星であり、宇宙初期に誕生した星が超新星爆発をした後に誕生した星です。タイプ3は宇宙初期に誕生した星で金属元素が全く含まれていません。メトシェラが宇宙最古であることを考えると、メトシェラはタイプ3であると考えてしまう方も少なくないと思います。では、メトシェラはどのタイプなのかと言いますと、実はタイプ2なんです。メトシェラは太陽と比較してわずか 0.4% しか金属元素を含んではいません。なので宇宙で最も古い星ではあるものの、宇宙初期に誕生した星ではなく、かなりの時間が経ってから初期の星が超新星爆発を起こした後に誕生した星なんです。ちなみに現在でも金属を全く含んでいないタイプ3の星は見つかってはいません。つまり、もしもメトシェラが現在の宇宙論によって導き出されている宇宙の年齢よりも前から存在しているのであれば、それよりもはるか前からタイプ3の星は存在していないといけないんです。ただそうなると、宇宙の年齢は本当の想定よりもかなり前に誕生していないとおかしくなるんです。これを踏まえて、アメリカテキサス大学オースティン校の天文学者ウォルカー・ブルムはこう語っています。第一世代の星は原子ガスから生まれました。原子ガスにはヘリウムより重い元素は検出可能なほど含まれてはいません。ところがメトシェラの場合、非常に古い星であるにもかかわらず、その化学組成にごくわずかながらも重い元素が含まれています。つまりこれはメトシェラが第一世代の星ではなく、後の世代の星であることを示しています。したがって第二世代の星ができる条件はとても早い時期に整っていたに違いありません。宇宙で最初に星が生まれたのは一般的にはビッグバンの数億年後だと考えられていますが、第一世代の星は巨大かつ短命で、わずか数百万年で超新星爆発を起こして死滅し、その爆発で周囲のガスを加熱することでより重い元素をまき散らした。こう考えると自然です。しかしガスが冷えないと第二世代の星は形成されません。第二世代の星であるメトシェラが非常に古いということは、第一世代の星が爆発してから第二世代の星が形成されるようになるまでの冷却期間は実は極端に短く、わずか数千万年だったのかもしれない。これを要約しますと、もしも宇宙誕生後の初期段階で生まれた星がわずかな時間で超新星爆発を起こしていれば、もしかしたらメトシェラは
もう少し矛盾なく説明できるのかもしれないというわけですね。宇宙に関することって我々は望遠鏡と数式で導き出している側面があるので、ズレというのはどうしても発生はしてしまうものであると私も思います。一旦ここまでの話をまとめてみましょうか。メトシェラは楽観的に見積もると134億年あります。しかし最新の研究によると宇宙が誕生したのは114億年前である可能性が浮上しています。これを踏まえるとメトシェラは宇宙が誕生するよりも前に誕生してしまったことになります。普通に考えたら宇宙が誕生するよりも前に星が形成されるというのはありえない話です。なぜ宇宙がビッグバンを起こす前の宇宙というのは原子よりもはるかに小さいサイズの空間でしかないからです。インフレーションと呼ばれる爆発的な膨張で現在の空間サイズになっています。メトシェラが太陽の2倍の大きさであることを考えると、それなりの空間がないとそもそも誕生はできません。よって科学的にはメトシェラの年齢もしくは宇宙の年齢自体が間違っているということになります。ただこれだけだとつまらないですよね。私もそう思います。なのでもっとロマンを感じられる説を一つご紹介したいと思います。それが別の宇宙から来たという説です。まず前提として私たちの宇宙というのは無数に存在している宇宙の一つでしかないという学説があります。普通に考えたら SF 世界の話ではありますが、実はニュートンやアインシュタインと肩を並べる超天才物理学者スティーブン・ホーキング博士もこの理論を唱えていました。これはマルチバース理論と言います。これを裏付ける証拠自体はまだ発見はされておりませんので、机上の空論でしかありません。しかし理論としては成り立っています。なのでメトシェラはもしかしたら他の宇宙から迷い込んできた、もしくは送られてきたと考えることも可能です。さすがにありえないと思う方がほとんどかもしれません。なんせ太陽よりも2倍の大きさのある星を別の宇宙に送るなんてことは常識的に考えてありえないです。ただ常識というのはあくまで地球の現在の文明レベルでの常識です。宇宙は本当にとてつもなく広く、現代の人類が分かっている範囲は本当にごくわずかです。歴史を振り返ると、天動説が地動説に塗り替わったり、地球が平面ではなく球体であることが分かったりといった感じで、今の常識は未来では非常識になります。2017年、カリフォルニア大学の野村教授もマルチバース理論についてこんなコメントを残しています。唯一の大地だと思っていたものが太陽系にいくつもある惑星の一つでした。そんな太陽系も銀河にたくさんある惑星系の一つでした。そしてその銀河すらも宇宙にたくさんある銀河の一つでしかありませんでした。マルチバース理論は突飛な考えと思う人もいるかもしれませんが、むしろ宇宙だけは現在我々が観測しているものしかないと思う方が革命的です。いかがでしょうか？めちゃめちゃ深いコメントじゃないですかね。個人的に一番この世界の本当の構造を指し示しているコメントではないかなと思っています。ここからは個人的な解釈ですが、もしも野村教授の話が事実なら、もしかしたらマルチバースすらも何か別のもっともっと大きなシステムの一部ではないのかなと私は思います。さながらマトリョーシカ状態ではないかなと私は思います。ただもしそうなると、もうこの世界は大きすぎますね。一体どこまで広がっているのでしょうか。やはりロマンのある世界は本当にいいなと思います。こういう話って考えるだけでワクワクするので、私は本当に大好きです。最近思うんですけど、現代って最高にいい環境なんですよね。テクノロジーがいい意味で発展しすぎていないので、まだまだいろんな未開拓な謎がこの世界には散りばめられています。もしあと100年ずれていたら、多分こういうロマンって結構減っているのではないでしょうか。最近 AI の進化も加速していますし、もちろん100年ずれていたらそれはそれでまた別のことにロマンを感じているのかもしれないですけどね。ということで皆さんもどんどんロマンを感じていきましょう。138億、宇宙の年齢を表す数字であり、宇宙が持つ天文学的な空間の半径を示す数字
それが138億です。しかし、もし観測可能な宇宙の本当の直径は少なく見積もっても約930億光年あると言ったら、皆さんは信じられますか？こんにちは、ビヨンドです。本日は宇宙の大きさにまつわる誤解を紐解きつつ、我々人類が観測することができる宇宙の本当の大きさをご紹介したいと思います。光の速さは1秒間に30万キロ進むことができる宇宙で一番速い速度です。地球の円周が約4万キロあるため、光の速さで地球を一周する場合、約 0.134 秒しかかかりません。人間の反射神経は個人差はあれど、平均して約 0.2 秒から 0.25 秒です。つまり、光が地球を一周する時間は人間が反応する時間のほぼ半分以下であることが言えるのです。さて、そんな恐ろしく速い光の速さですが、その速度は無限ではなく有限です。そのため、我々が光を認識するのにどうしてもタイムラグが発生してしまいます。タイムラグが発生するということは、我々が見た光というのは過去の光景ということになってしまいます。例えば、皆さんがソファーに座って映画を見ているとしましょう。テレビからソファーまでの距離が2メートルあった場合、実は皆さんが見ている映像というのは約 6.6 ナノ秒前の映像ということになります。ナノ秒は1秒の10億分の1であるため、日常レベルでは無視できる範囲ではありますが、やはり過去を見ているということになるのです。こうしたこともあり、実は我々が観測しているこの世界というのは全て過去の映像でしかないとも言えるのです。では、少し距離を広げて太陽について考えてみましょう。地球と太陽は約 1.5 億キロ離れています。1.5 億キロと聞くとピンときませんが、地球の直径が約1万2000キロあることを考えると、太陽と地球の間には約1万1772個もの地球が収まってしまうのです。ちなみに、もしも車で太陽に行こうとした場合、時速100キロで走行したとしても、約170年かかってしまうくらいには太陽と地球は離れています。このように、実は太陽と地球はかなり離れているため、宇宙で一番速い速度であるはずの高速をもってしても、太陽から地球に光が届くまでには約8分を要してしまいます。最も近い星であるプロキシマ・ケンタウリは4年。皆さんにも聞き覚えのあるアンドロメダ銀河では約250万年といった具合になるのです。以上のことからわかる通り、遠くの星を見るということは過去を見ているということにつながるのです。この事実があるからこそ、地球に届いた最も古い光である宇宙マイクロ波背景放射を測定すれば、宇宙の年齢と大きさを導き出せることになるのです。では、なぜそもそも多くの人が宇宙の大きさに対して間違った認識をしてしまうのでしょうか。最初に説明した光の性質を踏まえると、宇宙が138億年前に誕生したのであれば、その半径が138億光年であると考えるのは何も不思議なことではありません。なんせ、特定のポイントから地球に光が届くのに138億年かかったのであれば、それすなわち宇宙の半径は138億光年であるとなるのは自明であるからです。しかし、実はここに、実はアガサ博士が黒の組織の黒幕だった並みのミスリードが隠されているのです。詳しく見ていきましょう。これは意外と知られていないことなのですが、宇宙は138億年前に起きたビッグバン以降も寝る間を惜しんで現在進行形でずっと膨張し続けています。それはまるで風船が膨らむかのように空間そのものが膨張を続けているのです。そしてあまりにも膨張速度が速いため、光速よりも早く膨張をしてしまっているのです。なので、光が宇宙の A 地点から B 地点へ進む間に宇宙自体が広がり続けるので、光が到達する距離もどんどん伸びていきます。このため、現在では宇宙の観測可能な直径は約930億光年であると考えられており、地球から約465億光年先に観測可能限界の縁があると考えられています。この観測限界が発生してしまう原因は、我々人類が宇宙マイクロ波背景放射をもとに計算しているからです。
宇宙マイクロ波背景放射とは、ビッグバンから37万9000年後に発せられた光であり、人類が観測することができる最も古い光です。もちろん、138億年前に発せられた光が460億光年離れた地球に届くと聞くと納得がいかない方もいると思います。なんせ、宇宙で一番速い速度は光であるからです。しかしこれは、この宇宙が極律が存在しない、つまり平面時空で構成されている場合に限り成り立つ話なのです。ただ実際の宇宙は膨張を続けているため、光が放出された時間から光が地球に届くまでに直進しなければならない距離を今回取り扱うのは、この世界で出すことのできる極限の速度です。皆さんは光速がこの世界で最も速い存在であると思いますか？実は、その常識、過去のものかもしれません。光の速さがこの世界で出すことのできる速度の限界であり、速度の最高到達地点である。今では小学生すらも認識しつつある常識であります。1905年にアルベルト・アインシュタインが特殊相対性理論を発表してから一気に広まったこの事実ですが、これを見ている皆さんも光速がこの世界で最も速いはずであると考えているのではないのでしょうか。しかし実はアインシュタインが定義するはるか以前から
すでに高速が最も速いことは経験則的に指摘されていました。皆さんもこんな経験をしたことはないでしょうか？どんなに遠くに雷雲があったとしても、その稲妻は光った瞬間に見えるのに対し、轟音は遅れてやってくる。昼夜問わず、光源があればどんなに遠くの光景も瞬間的に目に届く。どんな山よりもはるかに高いところにあるはずの星々の光が目に届いている。これらの事実は、光がとてつもない速度を持った存在であることを示すのに十分すぎる事実です。光がいかに速い存在であるのかを体系的に考察したおそらく初めての人物が古代ギリシャの哲学者アリストテレスです。彼が紀元前4世紀頃に記した物理学や天体論には、物体から発せられる光の電波速度は瞬間的であると解釈できる箇所があります。そんな高速というのは1秒で地球を7周半できるとてつもなく速いスピードを持っています。秒速に直すとだいたい30万 km 毎秒です。なのでわずか1秒で30万 km を進むことができます。地球の円周はだいたい4万 km なので、ただ地球を一周するだけなら 0.138 秒しかかかりません。人間の平均的な反射速度が 0.25 秒なので、コップが床に落ちることに気づき、反射的に手を伸ばそうとする前に光は地球を一周してしまいます。光はそれくらい速いのです。アリストテレスやその後の多くの科学者が高速が無限に近い速さを持っていると考えてしまうのも納得できます。さて、改めていかに高速が速い存在であるのかについて認識できたと思いますが、なぜ高速がこの世界の最高速度であるのかは意外と知られていません。なので、まずはそこからご紹介していきたいと思います。1905年、天才物理学者アルベルト・アインシュタインが特殊相対性理論に組み込む形でこんな式を発表しました。この式は物理学について興味がなくても大多数の人が一度は見たことがある式です。意味は物質は質量に高速の2乗をかけたエネルギーを持っていることを示しています。そんな E=mc2 乗ですが、実は m の前にローレンツ因子が本来はくっついています。これは物体が高速に近い速度で移動する際の時間、長さ、質量がどのように変化するのかを記述するために使われます。細かいことは抜きにしますが、分母にある v が物質の速度を表しています。なので、もしも物質が静止している場合、値は0になり、これを計算すると、ローレンツ因子は1となります。これゆえに、1は省略され、E=mc2 乗と表現されているのです。では、もしも v の値を高速と同じ速さにしたとします。高速は c で表現できますので、式はこのようになります。これを計算すると、分母が0になります。分母が0になるということは、ローレンツ因子が無限大になることを意味します。ローレンツ因子が無限大になるということは、計算上、物質を動かすために必要なエネルギーは無限大になるということです。無限大のエネルギーを生み出すことは不可能なので、物質は絶対に高速に到達できないのです。補足として、なぜ分母が0だと無限大を意味するのかと言いますと、分母を小さくすれば小さくするほど、全体の値がどんどん大きくなるためです。1割る1は1、1割る 0.1 は10、1割る 0.01 は100。このように考えていくと、0というのは極限まで小数点が続いた先にある数字ということになります。なので、0に近づくほど値は大きくなるので、分母が0というのは無限大を意味するのです。数学の不思議ですね。以上のことから、理論上、物質は絶対に高速に到達することはできないのです。グラフで表すと、このようになります。縦軸は物質の速度であり、横軸が加速度です。このように加速をすればするほど、加速に必要なエネルギーは増大していき、最終的には高速の 99.9999999 までは近づきますが、絶対に高速に到達できないのです。では、なぜ光は高速で動けるのでしょうか？それは、光が物質ではなく、
エネルギーの粒であるフォトンだからです。フォトンは光を構成している素粒子であり、質量を持たないと考えられています。質量を持たないというのは想像しづらいかもしれませんが、物理学では質量は物体が動く時の重さではなく、動きにくさであると説明されます。質量を持つ物質は動くためにエネルギーが必要ですが、フォトンは質量を持たないため、常に高速で動くことができるということです。以上のことから、なぜこの世界で光だけが高速に到達できるというのが分かったかと思います。しかし、実は高速よりも速い速度を出すことができる存在が、理論上も含めると4つあります。いきなりこれまでの説明と矛盾するように思えるかもしれませんが、実は矛盾はしていません。なぜなら、速度の制限があるのは物質のみだからです。なので、空間や特定の素粒子は速度の制限を受けません。前提条件が分かったところで、一つずつご紹介していきます。一つ目は宇宙の膨張速度です。1915年、天才物理学者アルベルト・アインシュタインは、時間と重力と空間に関する理論である一般相対性理論を発表しました。この式の左辺は時空の歪み具合を表しており、右辺は物質のエネルギーを表しています。なので、この式は宇宙そのものがどういった振る舞いをしているのかを記述していると言えます。この方程式は見た目が非常に美しいながらも、紐解くのには非常に高レベルの数学的知識が必要であることもあり、発表当時、そのあまりの難解さから、いかに世界広しといえど解くことができたのは数人程度であったとも言われています。一般相対性理論の発表から7年後の1922年、ロシアの物理学者アレクサンドル・フリードマンはアインシュタイン方程式を解いた結果、宇宙は時間の経過とともに膨張していると発表しました。そのさらに5年後の1927年にも、ベルギーの宇宙論学者ジョルジュ・ルメートルもフリードマンと似た結果を発表しました。彼は宇宙空間が時間経過に比例して加速度的に膨張していると言いました。しかし、当時の科学界では宇宙空間が膨張するなんてことはまずありえないという常識があったため、到底受け入れられる結果ではありませんでした。実際、方程式の生みの親であるアインシュタインすらも数学的な解としては認めつつも、それはあくまで数学的な解であり、現実の世界では起きるはずがないと猛烈に批判をしていました。ところが、2年後の1929年に宇宙が膨張するわけがないという常識を完全に覆す人物が現れます。1929年、アメリカの天才天文学者エドウィン・ハッブルは、遠くの銀河が地球から遠ざかっていることを発見したのです。彼は大型の天体望遠鏡を用いて様々な銀河を観測する中で、地球から各銀河系までの距離がその銀河系の交代速度に比例していることを発見しました。例えば、地球の近くに距離が等しい3つの銀河があったとした場合、近い銀河は少ししか遠ざかりませんが、遠い銀河は近い銀河の3倍早く遠ざかることになるのです。これは銀河からの光が赤方変異を起こしていることから導き出された理論でした。赤方変異とは、光が赤く見える現象で、物体が遠ざかるときに起こります。ちなみに、銀河が赤方変異を起こしていることを初めて発見したのもハッブルです。話を戻します。この事実は後にハッブルの法則と呼ばれるようになり、宇宙膨張の証拠として広く認められるようになりました。アインシュタイン自身もハッブルの元を訪れ、宇宙が膨張している事実を認めました。最新の研究では、宇宙の膨張速度は 67.36km 毎秒毎メガパーセクという結果が出ています。これは天体の距離が1メガパーセク、つまり約326万光年離れるごとに遠ざかる速度が秒速 67.3km 速くなるということです。そして計算上、約145億光年離れたところから宇宙の膨張速度が高速を上回ることも分かっています。現在の宇宙の観測可能領域が地球を中心にして半径約465億光年であることを考慮すると、だいたい3分の1あたりから高速を超えていることになります。これはつまり
観測可能限界である465億年先の宇宙では、光速の実に32倍の速度で膨張していることを意味します。観測可能な宇宙より先の宇宙からは、観測可能な宇宙に光が絶対に届かないため、現在の技術では観測はできませんが、宇宙自体は観測可能限界よりも先に広がっています。実際にどれくらいあるのかは正直何とも言えませんが、インフレーション理論によると、一説には全宇宙の広さは観測可能な宇宙の直径の10の26乗倍広いと言われています。もしこれが事実なら、考えるのも恐ろしい速度で宇宙は膨張を続けていることが言えそうです。これが起きている原因は諸説がありますが、一番有力なのはダークエネルギーです。ダークエネルギーの正体は完全に謎に包まれており、誰も正確なことは分かっていません。最も有力な説とされているのが宇宙定数と呼ばれるものです。これはアインシュタインが提唱したもので、簡単に言うと空間自体が膨張する性質を持っているというものです。他にも様々な説がありますが、私が一番好きなのは、私たちの宇宙が高次元のブレーンに存在し、そのブレーンの運動がダークエネルギーとして現れているという仮説です。これはブレーンワールド仮説に登場する仮説です。これ以上は本題から逸れてしまいますので、これくらいにしますが、ブレーンワールド仮説については、またいつか深掘り動画を出しますね。続いて、2つ目に紹介するのが、インフレーション理論です。これは1つ目に紹介した宇宙が膨張しているという観測的事実から導き出されたビッグバン理論が示すいくつかの未解決問題を解決するために提唱された理論です。1948年、ロシア生まれのアメリカ人理論物理学者ジョージ・ガモフは、宇宙の始まりは火の玉のような超高温、超高密度の極限の一点であったという内容の理論を発表しました。これは後にビッグバン理論と呼ばれるのですが、当時は非難轟々のとんでも理論でした。というのも、1920年にハッブルが示した宇宙が膨張しているという客観的事実を認める動きはあったものの、だからといって宇宙が極限の一点から生まれたとなるのは話が飛躍しすぎていたため、そんなバカなことが起きるわけがないと考えられていました。彼は理論上、現代でもビッグバンの証拠である宇宙マイクロ波背景放射を観測できるはずと予言しました。しかし、物的証拠も何もなかったため、多くの人は否定的でした。この流れを大きく変えたのが、後のノーベル賞受賞者、アーノ・ペンジャスとロバート・ウィルソンです。1964年、アメリカのベル研究所に勤めるアーノ・ペンジャスとロバート・ウィルソンは、偶然にもビッグバンの残り火である宇宙マイクロ波背景放射を発見しました。彼らは衛星通信のアンテナを開発していたのですが、いつも発生源不明のノイズを拾ってきてしまうため困っていました。はじめは機械の故障、もしくは鳥の糞による影響も考えていましたが、どんなに調査をしても何をしても問題は解決できませんでした。ある日、偶然ビッグバン理論が予言していた宇宙マイクロ波背景放射の存在を耳にしたペンジャスらは、もしかしたらと思い調査したところ、彼らが調査していたノイズの正体こそが宇宙マイクロ波背景放射であることが分かったのです。その後、彼らの発見がビッグバンの強力な証拠であることが認められたため、1978年にノーベル賞を受賞しました。ちなみにこれは余談なのですが、まだテレビをブラウン管で見ていた時代、電波を受信していないチャンネルに合わせると、ザーッという砂嵐を目にしたと思いますが、実はこの砂嵐の一部は宇宙マイクロ波背景放射であります。まさか我々が子供の頃に見ていたあの砂嵐の中に宇宙の光が入っていたなんて、なんとも驚きですよね。話を戻します。ところが、このビッグバン理論には2つの理論的な未解決問題がありました。それが地平線問題と平坦性問題です。それぞれを簡単に説明しますと、地平線問題とは、宇宙の遠く離れた場所同士の情報は互いに届くはずがないのにもかかわらず、なぜか同じ特徴を持っているという問題です。我々が住んでいるこの宇宙はとてつもなく広く、たとえ高速を用いたとしても、場所によっては何百億年もかかってしまいます。なので、特定の地点からあまりにも離れた地点には
情報が絶対に届かないエリアが発生してしまいます。この情報が届く限界の範囲を宇宙の地平線と呼ぶのですが、地平線の外からは情報が届かないため、その地点とは因果関係を持てなくなるのです。したがって、因果関係を持ち得ないほど遠く離れたエリア同士は、宇宙誕生直後から全く別の進化をたどってきているはずであり、万が一にも同じ特徴を持っている可能性は限りなくゼロに近いはずです。ところが、宇宙マイクロ波背景放射を分析してみると、すべての方向からほぼ同じ特徴を持った光があることが分かっています。これが地平線問題です。次に、平坦性問題です。平坦性問題とは、宇宙がどうして非常に正確に平たい空間であるのかが説明できないという問題です。一般相対性理論によると、物質が持つ質量は時空間、つまり時間と空間そのものを湾曲させてしまいます。この時空間の湾曲こそが重力の正体であると考えられているのですが、宇宙が最終的に平坦になるのか、それとも湾曲したものになるのかは、宇宙全体に存在する物質の密度で決まります。宇宙が平らであるためには、特定の臨界密度状態である必要があるのですが、もし物質の密度が臨界密度よりも少しでも増減してしまうと、宇宙は歪んでしまうのです。しかし、現在どこを観測しても、高い精度で平らであることが分かっています。このことを偶然だと考えるのは、さすがに難しいため、未解決問題となったのです。これらの問題は、ビッグバン理論が提唱されてから、長年科学者たちの頭を悩ませるものでしたが、30年後の1981年に見事解決されます。1981年、アメリカの宇宙物理学者アラン・グースは、ビッグバン理論が抱える問題を一気に解決するだけでなく、宇宙が誕生した瞬間にどのようなプロセスが起きたのかを推測するモデルを発表しました。それがインフレーション理論です。インフレーション理論では、宇宙が誕生した10のマイナス36乗秒から10のマイナス32乗秒後には、宇宙の大きさはまだ10のマイナス34乗センチメートル程度しかなかったと考えられています。これは非常に小さな大きさで、1センチを1兆分の1にした後、それをさらに1兆分の1にしてから、それを100億分の1にした大きさです。原子の大きさがだいたい10のマイナス8乗程度しかないことを考えると、いかに小さな存在であるのかがわかると思います。そんな初期の空間は、10のマイナス34秒後にインフレーションと呼ばれる空間が急膨張する現象が起こりました。この際放出された熱エネルギーで、温度が10の28乗程度になったと推測されています。これが起きた理由は、真空の相転移と呼ばれる現象が起こったためと言われています。相転移とは、高いエネルギーがより低いエネルギーに変化する現象のことです。水が氷に変わる現象も相転移です。インフレーションは、宇宙が誕生した直後の10のマイナス36乗秒後に始まり、10のマイナス32乗秒後に終わったと考えられているのですが、この間に宇宙の大きさは10のマイナス34乗センチメートルから直径1センチメートル以上にまで膨張しました。これは例えるのなら、直径が1ミリの100分の1の球体がわずか一瞬のうちに直径1000億光年以上の大きさにまで爆発的に急膨張したのと同じ比率です。なので計算上、高速の 3×10 の22乗倍の速さで膨張したことになるのです。そしてこのインフレーション理論の登場により、地平線問題と平坦性問題が一気に解決されたため、現代でも定説となっています。地平線問題の問題点は、宇宙の異なる領域が互いに干渉できないにもかかわらず、宇宙マイクロ波背景放射を観測すると、なぜか同一の特徴を持った光が観測できるというものでした。しかし、インフレーション理論によって、もともとは非常に近接していた宇宙の領域が、均一な特性が保たれたまま爆発的に広がったと解釈できるため解決されたのです。平坦性問題も同様です。平坦性問題の問題点は、宇宙の初期において物質が空間を占める割合がわずかでもずれていれば、現在のように平坦な宇宙は成り立たなかったということです。しかし、インフレーション理論を導入すると、初期の宇宙がどれだけ歪んでいたとしても、急激な膨張によってその歪みは鳴らされ、現在観測されるような
平坦な宇宙が形成されたと解釈できるため解決されたのです。現在でもインフレーション理論は宇宙誕生の最も有力な説となっており、特にコービー衛星、WMAP 衛星、そしてプランク衛星による観測データは宇宙マイクロ波背景放射の微小な揺らぎを非常に精密に測定しており、これがインフレーション理論の予測と見事に一致をしているのです。続いてご紹介するのが仮想粒子タキオンです。1904年、ドイツの物理学者アルノルト・ゾンマーフェルトは相対論的波動方程式、つまり特殊相対性理論を満たすように修正された波動方程式を説いていました。これは物体が高速で移動している際の振る舞い方について記述をしている方程式です。すると、特殊な条件下でのみ高速を上回る速度が存在し得ることを発見しました。高速は理論上超えられるという数学的な発見はあまりに衝撃的であったこともあり、当時は非常に注目も集まりました。ただ所詮は数学的な解釈の範囲としてのみ捉えられていました。ところが、60年後の1967年にアメリカの物理学者ジェラルド・ファインバーグが高速を超える存在としてタキオン理論を提案しました。彼はゾンマーフェルトとは違い、特殊相対性理論と量子力学をベースに理論構築をしたため、タキオンの存在はより一層否定できなくなりました。通常、この世界には大きく分けると2種類の素粒子が存在していると言われています。一つ目は私たちの体をはじめとした物理的なものを構成する素粒子です。これは質量を持っているため、絶対に高速に到達することが不可能であります。原子や電子などがその代表例です。二つ目が光などの質量が完全にゼロの素粒子です。質量がゼロであるため、高速に到達することができます。フォトンやニュートリノ、グラビトンなどがこれに該当します。ファインバーグは3つ目の素粒子を提案しました。それはなんと通常の素粒子とは異なり、常に高速を超えた速度で移動し続ける素粒子、タキオンです。タキオンはエネルギー量に比例して速度が減少し、逆にエネルギー量に反比例して速度が増加するため、理論上エネルギーを加えれば加えるほど高速に近づき、反対にエネルギーを減らせば減らすほどより加速していく存在として提案されました。そのため、理論上エネルギーがゼロになれば、その速度は無限大にまで達するというとんでもない代物でした。タキオンが持つ特徴は通常の素粒子とは異なるため、負の質量を持つ存在として説明されました。質量が虚数であるという概念はあまりにぶっ飛んでいるのですが、場の量子論では質量の正体が重さではなく、物体の動きづらさで表すことができると言われているため、タキオンは通常よりも過剰に動きやすい素粒子として定義できると言えます。なお、もし人類がタキオンを制御することができるようになれば、未来の情報を取得することができるため、非常に将来性を秘めた素粒子でもあります。一般相対性理論によると、物質が高速に近づくに比例して、時間の流れが遅くなると言われています。もちろん、音速程度の速さでは、正直ほとんど何も変わりませんが、高速に近い速度で移動した場合、その物体は地球時間と比較して圧倒的な時間の遅延が発生すると考えられています。計算上、仮に高速の 99.5% 程度で3年間飛行した場合、地球ではなんと約30年が経過すると言われています。これが速度が生む時間のズレです。そして、タキオンを活用できれば、この発生する時間のズレを逆手に取ることで、未来の情報を入手することができるようになると言われています。概要はこうです。最初に、宇宙船を高速の 99.5% で打ち上げます。その後、地球時間で30年が経過した時点で、ロケットに向かってタキオンで情報を送信します。この時点では、まだロケットは3年程度しか経っていないことになります。タキオンは高速よりも圧倒的に速い速度を出すことができるため、送信した情報は一瞬にしてロケットに追いつきます。この場合、ロケット視点では未来の地球の30年分の情報を獲得できたと言えます。そこで、今度は先ほど獲得した情報をタキオンを使って地球に送り返したとします。ロケット視点では地球の方が高速に近い速度で遠ざかっているため、タキオンは一瞬で地球に追いつき、
情報を届けることができることになります。すると不思議なことに、地球は1年も経過していないのに、未来の情報を入手できるというわけです。理解に苦しむ現象ですが、理論的には何も矛盾はしていません。ただ、もし多気温技術が存在する場合、因果の逆転によるタイムパラドックスを発生させることが物理的に可能になるため、多気温の存在を否定する科学者も少なくはありません。なんせ、もしこの技術を使って自分自身の親を殺すよう仕向けた場合、自分は生まれることができなくなります。しかし、生まれることができないのであれば、そもそも親を殺すよう仕向けること自体ができなくなってしまいます。親殺しのパラドックスが起きるということですね。このように、ロマンに満ち溢れている素粒子ですが、非常に賛否が分かれています。また、光速よりも速いので、タキオンはそもそも観測をすることが不可能ではと思えるかもしれませんが、実は観測方法は確立されています。それは、チェレンコフ放射を観測すればいいのです。チェレンコフ放射とは、過電粒子が水などの媒質中を移動する際、その物質中で光速が出す速度よりも速く移動すると光る現象のことです。光速は真空中では秒速30万 km ですが、水中では 75% 程度しか速度を出すことができません。なので、もしも水中で光速よりも速く移動する素粒子が発見された場合、それは多気温の可能性があるということです。こうしたこともあり、日や日本にあるスーパーカミオカンデをはじめとした世界中の研究機関が目を光らせています。続いてご紹介するのがワープドライブ工法です。1994年、メキシコの理論物理学者ミゲル・アルクビエレは光速を超えて移動する手段、ワープドライブ工法を発表しました。ワープドライブとは SF 作品で頻繁に登場する宇宙船が短時間で何光年も離れている場所に一瞬で移動する移動手段のことです。いわゆるワープです。ワープドライブ工法は、もともとは1966年に放送が開始されたアメリカの大人気テレビシリーズ、スタートレックで初めて登場した概念なのですが、アルクビエレ本人もこのシリーズの大ファンということもあり、スタートレックにヒントを得て理論化させました。SF 作品に登場するテクノロジーを現代理論で再現しようとするってめっちゃ胸熱じゃないですかね。私はそういうのかなり好きです。さて、彼が発表したワープドライブ、通称アルクビエレドライブは、ワープバブルと呼ばれる特殊な時空間領域で宇宙船を包み込みながら、前方の空間は極端な収縮を、後方の空間は極端な膨張状態を作り出すことで、サーフィンの要領で空間を移動するというものです。原理としては非常にシンプルながらも、数あるワープドライブ工法に関する論文の中でも、比較的現実味があるということで、発表当時は世界中で話題になりました。そんなアルクビエレドライブのメリットは、特殊相対性理論に基づく時間の遅れを考慮しなくて済むことが挙げられます。タキオの章でも解説したように、もし光速の 99.5% の速度で宇宙を飛行した場合、地球上での時間は相対的に非常に早く進みます。この場合であれば、もし宇宙で5年過ごした場合、地球では50年が経過することになります。しかし、アルクビエレドライブを用いると、たとえ光速以上の速度を出したとしても、時間の遅れはほとんど起きないとされています。これは、高速で移動しているのが空間そのものであり、宇宙船自体の空間は静止しているためだそうです。そのため、宇宙に旅に出たが最後、戻ってきた時には、知り合いは誰一人いなくなっていたという事態は避けられるのかもしれません。ただ、ワープバブルは非常に特殊な時空間領域のため、構築には負の質量が必須となります。湾曲空間の生成にも宇宙1個分でも全く足りないくらいの天文学的なエネルギーが必要であると考えられているため、ロマンはあるけど現実的ではないという印象を発表当時持たれていました。実際、アルクビーレが論文を発表した3年後の1997年にアメリカタフツ大学の研究員フェンニングと物理学教授フォード博士は、ワープバブルの形成には少なくとも宇宙にある全エネルギーの100億倍のエネルギーがないと理論上不可能であることを試算しました。また、もし仮にアルクビエレドライブを実現化させたとしても、アルクビエレの理論ですと、ワープバブル内の物体がワープバブル外の空間に影響を与えることができないため、バブルを作成したが最後、
制御も停止もできなくなるという課題も残っていました。現代ではこれらの問題を解決する方法はいろいろと模索されており、中でも2007年にアメリカのベイラー大学の物理学准教授ジェラルド・クリーバー及び物理学者のリチャード・オブシーがアルクビエレドライブ理論が持つ天文学的エネルギー問題及びバブルを操作することができないという問題を解消する方法を提案しました。彼らは一般相対性理論を高次元に拡張したカルツァー・クライン理論をベースに理論を組み立てました。その結果、何らかの方法を用いて余剰次元の半径を操作することができれば、ワープバブルを構築するのに必要だった宇宙の100億倍のエネルギーが木星の質量程度にまで減少させられるだけでなく、ワープバブル自体をコントロールできるとも言いました。もちろん、現代の科学技術では余剰次元を観測すらできていないため、この解決策は机上の空論となっています。ロマンあふれる理論ではありますがね。ところが2021年、偶然にもこのワープバブルと思われる現象を再現してしまったと発表した人物が登場します。それが NASA のエンジニアであり、物理学者でもあるハロルド・ホワイト博士です。ホワイト博士はカシミール効果と言われるミクロな世界で起きる物理現象について研究をしていました。カシミール効果とは、真空中で発生するゼロポイントエネルギーによって平行な金属板の間に働く引力の作用のことです。通常、真空と聞くと完全に無の空間を想像する方も少なくありません。しかし、実際に空間内の全ての原子を取り除き、その空間を絶対零度にまで冷却したとしても、その空間内では常に仮想粒子や光子が生成と消滅を繰り返しています。ここでいう仮想粒子とは概念的な粒子であり、直接観測されることはないのですが、物理的な影響を持つ粒子のことです。仮想粒子って何ぞって感じですが、正直これに関しては難しすぎて私もよく分かっていません。とにかく真空中の空間でも謎のエネルギーが存在しており、それが金属板を引き寄せるだけの引力を発生させられるということです。で、ホワイト博士はカシミール効果を検証するために直径4マイクロメートルの円柱の間に直径1マイクロメートルの球体を配置したモデルで実験しました。すると、実験を通して発生した3次元的エネルギー密度とアルクビエレドライブが理論的に予測している3次元的エネルギー密度が見事一致したとのことです。これに対し、ホワイト博士はこんなことも話しています。宇宙船を包み込むワープバブルの厚さを従来よりも厚くすることで、ワープバブルを生成するのに必要だったエネルギーを従来の木星の質量と同程度から2トンにまで減少させることができるかも。もしこれが事実なら、非常に近い将来、ワープドライブが実現するかもしれません。ただ、これに対して、天体物理学者のイーサン・シーゲルは次のようなコメントを残しています。彼が行ったのは、あくまで生成された3次元的エネルギー密度がアルクビエレドライブに必要なエネルギー密度といくつかの点で定性的な相関を示すことを確認しただけです。具体的な数値で一致したわけではなく、実験で生成されたものでもなく、数値シミュレーションによる計算結果に過ぎません。最も重要なのは、それが非常に小さなスケールと低いエネルギー密度に限られているという点です。なので、真実に近づきたい時ほど考えに対しては懐疑的になるべきとかなり否定的なコメントを残しています。というのも、ホワイト博士は過去にも物理法則に反するロケットエンジンを発表していることで有名であるのです。以上のことから残念ですが、ワープドライブ工法が実現するのはまだまだ先になりそうです。ということで、本日は高速を超えることができるこの世界の力についてご紹介しました。皆さんはどれが一番ワクワクしましたか？私は仮想粒子タキオンが一番ロマンに溢れていたので、調査をしていてテンションが上がりました。まとめると、この世界の限界スピードは理論上無限大ということになります。なんともぶっ飛んだ世界ですね。最後におまけトークです。ここは少し難しいので飛ばしていただいても構いません。よく量子もつれが高速を超える存在として語られることがありますが、実はこれは誤解です。厳密には量子もつれによって情報が直接移動しているわけではないからです。あくまで量子状態が連動して変化するだけです。なので、物理的に高速を超えて情報が伝達されているわけではないです。例えば、コインを投げて片方が表だった場合、自動的にもう片方は裏になりますが、
その原理と同じイメージです。なので、光速を超える力は、私が調査した限りでは、宇宙の膨張速度、インフレーション理論、仮想粒子多気温、ワープドライブ工法の4つだけになると思います。もし他にもあったら、ぜひ知りたいのでコメントしてほしいです。それにしても、この世界は本当に勉強しないといけないことばかりですね。私ももっと勉強します。こんばんは、ビヨンドです。宇宙人はいるか、いないのか。テレビで宇宙飛行士や科学者が登場するたびに、我々はこんな質問をしています。宇宙人はいると思いますか？宇宙人といえば、年末年始の特番や都市伝説のメインテーマとして扱われることが多いため、宇宙人イコール都市伝説と認識する人がいるのは仕方がないと思います。そこで本日は、普遍的な疑問である宇宙人はいるのかについて白黒つけたいと思います。それでは行きましょうか。1950年、天才物理学者エンリコ・フェルミは同僚と昼食をとっていました。フェルミは問いかけました。この世界のどこに宇宙人はいるのだろうか。この質問は昔から世界中で議論がされていましたが、誰も明確な答えを出すことができていませんでした。フェルミは今ではフェルミ推定と呼ばれる推論手法を高レベルで使用できたこともあり、この難問に挑戦しました。フェルミ推定について知らない人のために簡単に説明しますと、実際に調査することが難しい捉えどころのないものをいくつかの手がかりをもとに論理的に推論し、短時間で概算する手法のことです。では話を戻します。先の質問の後、フェルミは推論を重ねました。その結果、この世界に宇宙人が存在する可能性は極めて高いと結論付けました。しかし、一つの問題にぶつかりました。人類5000年の歴史を振り返っても、未だかつて宇宙人と接触をしたという記録がなかったのです。存在しない可能性の方が極めて低いのに、レーダーや電波による探索でも観測をすることができない。この矛盾は、後にフェルミのパラドックスと呼ばれるようになりました。このパラドックスはかなり有名なので、宇宙好きでなくとも聞いたことがある方もいるかもしれません。2024年現在でも約460億光年という途方もない範囲を観測できていますが、未だに公式の記録で宇宙人どころかその痕跡すら感知できていません。では、宇宙人はどのくらいの確率で存在する可能性があると言えるのでしょうか。人類が住んでいる地球は太陽系という場所にあります。そして太陽系は天の川銀河と呼ばれる銀河系の中にあります。夜空を見上げると数えるのも諦めたくなるほどの星々が輝いています。それらはほとんどが天の川銀河の中にあり、すべてが太陽のように自ら光り輝くことができる恒星と呼ばれる星です。ただ、実際に数えてみると、夜空の星々は理想的な環境でも9000個程度しかありません。一方で、観測手法や銀河の幅の定義にもよりますが、実際には2000億から4000億個程度は星が存在していると言われています。これは天の川銀河の直径が10万光年、厚さ1000光年はあるためです。そしてこれは基本的に生物が存在することがまず不可能と思われる太陽の数です。近年の研究では最低でも一つの惑星を持っている恒星は全体の 70% になることが分かっています。つまり天の川銀河の中に存在している恒星や惑星の数は想像できないくらいなのです。文字通り天文学的ですね。2020年、イギリスノッティンガム大学の研究チームがアストロフィジカルジャーナルで天の川銀河の中には少なくとも36の文明がいる可能性を指摘しました。この研究では通信技術を持つ文明の存続期間が地球を基準に100年と仮定していますが、もしその期間が100年よりも長ければ、その数は数百に上る可能性を指摘しています。この36という数字が多いか少ないかは議論の余地はありますが、宇宙人の存在を疑似的に推論できるドレイク方程式の解と照らし合わせても近い値と言えます。1961年、アメリカの天文学者フランク・ドレイクは銀河系内に存在するエイリアン文明の数を推定するための方程式を作りました。それは銀河系に存在するエイリアン文明の数イコール
銀河系の中で1年間に誕生する恒星の数×一つの恒星が惑星を持つ割合×一つの恒星系で生命を宿し得る平均数×実際に生命が誕生する割合×発生した生命が知的なレベルまで進化する割合×検出可能な電波通信を獲得する割合×信号を出し続ける年数により導き出されました。この式は一見複雑そうですが、単純に条件を絞っているだけであります。ドレイクはまず R スターは10としました。これは銀河系の中の星の数が1000億個あり、それがだいたい100億年前に誕生したということで、1000億割る100億で10になりました。次に FP です。これは現在の計測結果とも整合性があるのですが、0.5 としました。次に NE です。当時は火星にも生命がいる可能性が指摘されていたこともあり、地球プラス火星で2としました。次に FE です。長い目で見れば生命は誕生するということで1としました。次に FI です。これは稀であると想定し 0.01 としました。次に FC です。これも稀であると想定し 0.01 としました。最後に L です。これはモデルケースがあるわけではないので憶測ではありましたが、仮に人類が今後1万年は生き続けると仮定して1万としました。これらを計算すると N イコール10となりました。この数字も多いのか少ないのかは議論の余地がありますが、当時は大いに盛り上がりました。なんせ、この天の川銀河の中にエイリアン文明が少なくとも10文明は存在している可能性が示唆されたからです。ただ、天の川銀河の直径が10万光年あることを考慮すると、もしバラバラにエイリアン文明を配置したとしても、それぞれの文明間の平均的な距離は約3万光年になります。なので、エイリアン文明の発見はかなり難しいと言えることになります。しかし、現代ではこれは間違いであることが分かっています。なぜなら、銀河ハビタブルゾーン及び長期的な恒星の安定さを考慮していないからです。銀河ハビタブルゾーンとは、生命が誕生するのに適した銀河内の領域のことです。銀河の中心には超巨大なブラックホールがあり、危険です。銀河の端では星の密度が低かったり、宇宙船の影響を強く受けやすくなってしまうのです。そして、生命が誕生するには最低でも10億年程度は必要であるため、安定した恒星系が生命の誕生には不可欠です。これらを考慮すると、式は次のように変化します。R スター GHZ が先に説明した銀河ハビタブルゾーンであり、FS が恒星系が長期間安定する割合です。なので、この場合、N は銀河系の中に存在するエイリアン文明の数ではなく、銀河ハビタブルゾーン内に存在するエイリアン文明の数になります。まず、R スター GHZ についてです。銀河ハビタブルゾーンの中にある星の数は、だいたい100億個と言われています。そして、それらはだいたい80億年で形成されたと考えられています。なので、100億割る80億で 1.25 です。FP は先ほどと同じで 0.5 とします。次に NE です。現代でも火星では生命は見つかっていないので1とします。次に FE です。これも先ほどと同じで1とします。次に FI です。これはもう少し高い可能性があるので 0.1 としています。次に FC です。これは解釈を変えて、漏れ出た明らかな人工的な電波も対象に入るということで1としています。L に関しては他にモデルケースがあるわけではないので、同じく1万としています。そして最後の FS は 0.3 としています。これらを計算すると、結果は200となりました。この場合、文明間の平均的な距離は700光年程度になると考えられます。先の3万と比較すると、かなり現実的な数値になりました。しかし、700光年といっても、人類の科学技術で到達するには、だいたい1200万年はかかるので、まだまだとてつもない距離があると言えます。ここまで2020年のノッティンガム大学の研究結果と現代版ドレイク方式の解について見てきましたが、これらはあくまで可能性であるため、たまたま天の川銀河にだけエイリアン文明が存在していない可能性もあります。そこで次にこんなデータを紹介してみたいと思います。2016年
NASA は観測可能な宇宙全体の銀河団の数は2兆個程度である可能性があると報告しました。銀河団とは数百から数千の銀河が互いの重力によって一つの構造体を形成している天体群のことです。ノッティンガム大学が発表した天の川銀河に存在するエイリアン文明の数、NASA が発表した宇宙全体に存在する銀河団の数、銀河団に存在する銀河の数を単純計算すると 36×2 兆 ×100 で7200兆になります。つまり7200兆もの文明が観測可能な宇宙に存在していることになります。このレベルにまで数字の桁数が上がると私も想像はできませんが、さすがにこれだけの数の宇宙文明がいれば、どんなに少なく見積もっても一つくらいは地球文明と接触していても何ら不思議ではありません。しかし未だかつて正式に接触があったという記録は残されていないのです。ではなぜ接触してこないのか。これにはいくつかの説があります。まずは宇宙人は存在し、すでに地球にたどり着いているという説をご紹介します。宇宙人はすでに地球に来ており、地球人と接触しているが、各国の政府が隠蔽するため、情報が我々に届かないという説です。もし何らかの調査や公表を試みようものなら、妨害が加えられ、口封じがされるため、さながら大ヒット映画メインブラックが実際に起きているという説です。次に、宇宙人は存在し、すでに地球に到達しているが、検出できないという説です。宇宙人は恒星間を飛行し、地球に飛来していることから、我々の想像をはるかに上回るテクノロジーを有していることが予想されます。なので、人間の目はもちろん、レーダーにも映らないようにしているため、発見できないという説です。次に、到達した宇宙人はすべて潜伏または擬態をして正体を隠しているため、我々は気づけないという説です。それは雲や車、動物や植物かもしれません。地球に普遍的に存在するものに擬態をすれば人類の盲点をつくことになるため発見できないということです。次に、到達した宇宙人はすべて人類に感知できない姿形をしているため、そもそも認識をすることができないという説です。地球上の生物はすべて炭素構造をしていますが、理論上ケイ素も炭素と同様に4つの結合を形成できるため生物の基礎となり得ます。ケイ素生物は地球の生命体とは全く異なる形態や生態を持つため、地球人が発見できない可能性があるのです。また、意識など人類が未だに観測できない事象そのものである可能性も指摘されています。他にも、紐理論によると、宇宙が11次元であると辻褄が合うため、別の次元に存在する存在が地球を訪れている可能性もあります。4次元以上になると、そもそも通常の理解を超越した造形になるため、我々は認識すらできない可能性があります。さらに、5次元以上になると、時空構造を超越するため、場所や距離、時間の制約に縛られることなく移動が可能になるとも言われています。次に、古代宇宙飛行士説です。到達した宇宙人は全て人類が誕生する前であったという説です。人類の直接の先祖であるアウストラロピテクスが誕生したのは今から400から200万年ほど前になりますが、地球は46億年前に誕生しています。さらに地球に明らかな生物が存在し始めたのが今から5億4100万年前のカンブリア紀であることを考えると、過去に訪れたことはあるが最近は来ていないとも考えられるのです。一方で過去に地球を訪れており、我々がその先祖であるとも考えることができます。ここまでに紹介したのが、主に宇宙人は存在し、地球にすでに到着しているが発見されていないというものです。続いて、宇宙人は存在するが地球と接触していないという説を紹介していきます。まず、宇宙人は存在するが、あまりにも離れた恒星系への移動手段は持ち合わせていないという説です。この世界の速度には上限があり、それは光の速さです。しかし、物質が光の速さに到達するには無限大のエネルギーが必要になるため、到達はできません。そして、宇宙はあまりに広大であるため、最短で移動しようとした場合、光の速度に近い速度を出す必要があります。地球から最も近い生命が存在する可能性がある惑星は、プロキシマ・ケンタウリ B です。この惑星ですら、地球から 4.2 光年離れています。これは、たとえ無人探査船で行こうとした場合でも、
約7万年程度はかかってしまう距離です。これではその前に文明そのものが滅んでしまう可能性すらあるため、そもそも地球が発見されていたとしても宇宙人は来れるだけのテクノロジーがないということです。我々もすでに生命が存在する可能性のある惑星をいくつか発見していますが、接触をしようとしていないのはこういった技術的な制約からも来ています。このようにワームホールなど瞬時に別の座標に移動することができる技術を持ち合わせていないと、他の恒星系に移動することは片道切符を意味するためためらわれる可能性があるのです。次に低レベルな文明には興味を示さないという説です。1964年、ソ連の天文学者ニコライ・カルダシェフは宇宙に存在する文明のレベルを3段階に分けることができると提唱しました。レベル1は惑星に存在する全てのエネルギーを活用できる文明。レベル2は恒星のエネルギーを全て利用できる文明。このレベルになるとダイソンスフィアもしくはダイソンスウォームと呼ばれる恒星全体を包み込む巨大なソーラーパネルのようなものでエネルギーを活用できるようになると言われています。そしてレベル3は銀河系の全てのエネルギーを余すことなく活用できる文明です。宇宙を安定的に移動するにはこのレベル3に到達しないといけないのですが、そのレベルに到達すると地球とはレベルが違いすぎてそもそも相手にしてくれないという説です。現代文明が頑張って類人猿と文化交流をしようとするみたいな状態なのです。観察したり実験に活用することはあったとしても対等に意思疎通を図ることはないのです。ちなみに地球はまだレベル1にも満たないレベル 0.7 程度と言われています。次に地球動物園仮説です。宇宙にはある程度発展した文明同士で宇宙条約みたいなものが結ばれており、基準に満たない文明との接触は禁止されているという説です。我々人類が自然界の動物に対して積極的に関わるのではなく、遠くから見守ったり観察するという状態に似ています。もしかしたら高度に文明が発展するとわざわざ地球にまで来なくとも特殊な望遠鏡のようなもので観察ができるのかもしれません。次に暗黒森林論です。これは2008年に中国の SF 小説三体に登場して以来瞬く間に話題になった理論です。宇宙に存在する文明は危険な可能性があり、むやみに自身の存在をばらしてしまうと危険が生じるため、宇宙の知的生命体は互いに接触を避けるという説です。実際、天才理論物理学者のスティーブン・ホーキング博士も人類が行っている宇宙人探査プロジェクトに警鐘を鳴らしています。いくつか彼の発言をご紹介しましょう。もし宇宙人が我々のところにやってきたら、それはコロンブスがアメリカ大陸へやってきたような結果になるだろう。先住民にとって決して良い結果ではなかった。我々はとても平凡な小さな惑星に住む進化した猿の一種に過ぎない。最後に、宇宙には地球以外の文明が存在し得ない、もしくは地球が宇宙の中で最も発展した文明であるという説です。これはレアアース仮説と言います。これが正しいかどうかはわかりませんが、もしこれが真実なら、これまでに宇宙人が地球を訪れていないとされる理由は説明できます。まあこれは少し傲慢さのある仮説ですが、可能性の一つとして残っています。以上がなぜ未だに宇宙人が発見されていないのかを説明している説になります。では、宇宙人はいるのか、はたまたいないのか、宇宙人がいる明確な証拠が発見されていない以上、皆さんに証拠をお届けすることはできません。しかし、多くの科学者は宇宙人の存在を信じています。そして、むしろいない方がおかしいとさえ考えているのです。実際、天才理論物理学者のスティーブン・ホーキング博士はこのように考えていました。数学的に考えると、宇宙人が存在すると考えるのは完全に合理的だ。では、なぜこのように考えているのか。それは主に2つの点が挙げられます。1つ目は、宇宙について調べれば調べるほど、いかに地球という惑星が稀有な存在ではなく、どこにでもある一般的な惑星であることが分かったためです。2012年、ヨーロッパ南天文台はこんな研究を発表しました。そこには、生命が生存可能な惑星の数は、銀河系だけでも数百億個、太陽から30光年以内にあるものだけでも約100個あると推定できるというものでした。
私たちは地球が美しいことを知っており、誇りにも感じています。しかし、宇宙に目を向けると、地球はどこにでもあるモブ惑星であったということです。続いて、2つ目の理由として、宇宙の大きさが私たちの想像をはるかに超越するほど大きいからです。一般的に宇宙の大きさは直径にして930億光年あると言われています。宇宙自体の年齢は138億歳ですが、宇宙の膨張率を考慮すると、ビッグバンの痕跡である宇宙マイクロ波背景放射の発信源は460億光年先から届いていることになるのです。ただ、宇宙空間が現在進行形で膨張を続けており、それが高速よりも早く起きているため、観測可能な範囲が出来上がってしまっているわけです。なので、観測可能な範囲よりも外にも宇宙は続いています。観測可能な宇宙よりも外側からは、絶対に光が地球には届かないので、基地の方法では絶対に観測できません。したがって、実際にどれくらい宇宙が広いのかを知るのは難しいです。ただ、インフレーション理論を用いれば推測はできます。そして、計算上、宇宙の本当の大きさは、観測可能な宇宙の10の78乗倍広いことになるのです。10の後に78個ものゼロがつくなんて、とても想像できるものではないのですが、計算をするとそのような結果になります。直径は観測可能な宇宙の10の26乗倍であり、光年に直すと10の37乗光年になります。宇宙は天文学的な数字がつきまとうので想像もできませんが、とにかく理解できないくらいに広いのが宇宙なのです。なので、この宇宙の本当の大きさを踏まえると、先ほど単純計算で導き出したエイリアン文明の数7200兆も、宇宙の本当の大きさを考慮したエイリアン文明の数の前では無に等しい数になるのです。正確な数字は計算できなかったので、私個人の推測になりますが、おそらく7200兆の1兆倍のさらに1兆倍のさらに1兆倍でも足りないくらいには、宇宙にはエイリアン文明が存在することになります。私も以前までは宇宙人を都市伝説程度の存在だと思っていましたが、この真実を知ってからは、この世界には 100% 宇宙人は存在していると思うようになりました。皆さんはどのように考えますか？現在は人類100年時代どころか不老不死の研究も進んでいるため、将来的には1000年ぐらい生きられるのかもしれません。もしそうなったら、いつか宇宙人と友達になることもできるのかもしれませんね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。